いつはいつか人間を襲う顔だ。なぜそう言い切れる？他已经猎熊无数了。6歳のメスで子宮に出産跡がない。こういうクマはだんだん凶暴になる。ヒグマってのはメスの方が気性が激しく恐ろしい。人間と同じだな。お前さんもマタギなら知ってるだろうが、クマってのはそれぞれ個性がある。ビビって逃げ出すやつ、何発撃とうが向かってくるやつ。俺が一人で倒したヒグマは200頭を超えたが、一度だって同じ勝負はない。一人で200頭だが共通する習性はある。個性と習性は別だ。習性を知り尽くせばこちらの有利に働く。マタギの兵隊さんよ、狼との勝負は一度もないだろう。这事儿要拜师了呀！何も知らんからこそ勝負他真的是以捕猎为兴趣。狼は人間の罠によって絶滅するまで駆除された。その知恵比べにも負けず生き残った最後の狼。そいつの個性と俺の個性真的是个狠人。漁師の魂が勃起する。哇！他有时感觉不畏惧死亡的，每一次这种捕猎对他来说可能都是最后一次，都是当做最后一次来对待的。あのトドマツの下に入った足跡がある。杉本が撃った鹿が潜み休んでいるに違いない。私が鹿を追い立てる。杉本は先回りして待ち伏せしろ。おう、今度こそ仕留めてあげなければ。哇！行ったぞ杉本。又是这个音乐。哦，飞这么老高。アシェルパさん、鹿は？あっちへ登って逃げた。まだこんな体力が残ってたなんて。也挺聪明的。もうすぐ暗くなる。朝を待って足跡をたどろう。あれで簡単な小屋を作る。哦，很自责呀。そんなに心配するな。手負いで苦しませた鹿は肝臓や肉の味は落ちても就想着吃了。いや、そういうことじゃなくて。さて、今夜はこの二兵鉄三が取れたての熊で腕を振るった料理をご紹介。这边也开始。二兵ご飯。不过真够大的哈。噛めば噛むほど。还有一只小狗。新鮮な心臓は漁師だけの特権だな、谷垣よ。マタギは熊の血を飲むんだってな。ならばこれもいけるはずだ。二兵ご飯、血の腸詰め。而且这哥应该吃了200顿了。精がつくから気をつけろ。屋根をぶち破って小屋を破壊するなよ。ボッキー吉良基影表示很赞。良い音聞け。熊を成仏させるために引導を渡すマタギの唱え言葉だ。あの戦争で殺した相手には一度も唱えることはなかった。お前に战争真的改变了他呀。
天呐！勃起。立て杉本。始め止まると殺される。死んでたまるか。生きてやれ。鹿が雪を掘り返して寝た後だ。一歩遅かった。鹿のおそまが凍ってる。ほら杉本、食べるなよ。それは食べちゃダメなおそまだ。食べていいうんこなんてね。鹿は決まった時間の感じでおそまするから、追いかけるとき距離の目安になる。足跡の幅が狭い。必ず追いつける。どうやって狼を取る気だ。まずはおびき寄せる餌が必要だ。鹿を撃つ。なぜだ。熊の肉が余っているだろう。谷垣よ、お前がもし道を歩いていて皮をすっかり剥かれた柿の実が落ちてたら食うか。獲物を狩るときは獲物の気持ちになれ。戦争で鈍ったかね、マタギの谷垣ちゃん。足跡が乱れてる。相当体力がなくなってる。手前の木、きっとあそこに隠れてる。あそこから追い出すから、杉本は風下から大きく迂回して、あっちに。啊，西里帕好像军师啊。静かに行け。必ず次は一発で仕留める。これ以上は苦しませずに終哦わりにさせる。竜は若いが優秀な猟犬だ。たくさんの鹿の足跡の中から新しく強い匂いを探し出す。どうした竜。害怕。啊！哦，他开不了枪。何やってんだあいつ。哦，レタラ。レタラ、そのまま押さえてろ。なぜ撃たなかった。お前が仕留めると言っていたはずだ。傷口の血がつららになって揺れていた。つららを溶かす太陽も残ってないのに、懸命に生きようとするこいつに睨まれたら動。也看到了自己一样，想要拼死活下去的那种执念。最後まで責任持てないなら最初から撃つな。今の銃声、俺と同じ30年式小銃だ。杉本、ここに両手を入れてみろ。猎台好帅啊！どうだ。熱い。かじかんだ手がほぐれていく。鹿は死んで杉本を温めた。鹿の体温がお前に移ってお前を生かす。私たちは動物たちが肉を食べ、残りは木や草や。是形成了一种循环，又回归到了自然界。食うか。食おう食おう。阿西还就等着呢。
想吃，想疯了。なんか様子が変だぞ。せかしてる。誰か来る。きっとあの兵士だ。まだ私を探し回っているのか。行っていいぞ、レタラ。杉本も持てるだけ持って引き上げよう。残りはレタラが戻って食べてくれるだろう。重たいこれ。脳みそは食べるんだから持っていけ。阿西吧就是喜欢吃脑花儿。見ろ、狼の足跡があるぞ。かなりの大物だ。食い荒らした形跡がない。狼が取った鹿を猟師が横取りしたのか。後始末が雑だ。30年式小銃に長靴と鹿革の靴を履いた子供。あの時の2人だ。間違いない。例のアイヌの少女か。どういうわけかわからんが、狼は少女を警戒していない。还在害怕呢，让狗狗这么怕。肉は狼に残していったのか。食べに戻ってくるかもしれん。谷垣を洗いっこしようか。は？マタギは漁に入る前に水ごりをするんだろう。嗅覚の鋭い狼との勝負。準備は徹底しておかねばな。遠くて顔はよくわからんが、一人は兵士の装備だ。俺たちの足跡を追ってくる素振りはない。行こう。誰かいる？啊！待ってたぜ。小可爱突然出现。おやおや、取れたのかい？ちょうどいい時に来たようだな。手土産に酒を持ってきたんだ。鹿の肺だ。要美美吃上。肉が食べたいんだけど。舌だぶって可愛。おい杉本、舌だぶ残ってるぞ。全部食え。什么小夫？喝醉的山渊也太可爱了。哦不！不死身だってさ、足にパちゃん。ほらほら、舌たっぷ食いね。好像红小孩。そうだ杉本、俺が来たのは町である情報を掴んだからだ。金塊の暗号を体に彫られた囚人の情報さ。毛皮商人から聞いたんだ。数年前に3人殺して捕まったはずの男がひょっこり小樽に現れたって。めっぽう腕の立つ漁師で毛皮商人たちからイフの念を込めてこう呼ばれてる。遠見他身上也有纹身。难怪他要说洗澡，他还在试探他，测试他。他明明已经决定放下这个军人的身份了。聞こえてるか盗人ども。この二兵鉄三が熊を狩るときは殺される覚悟で勝負している。俺を狩るというのならば獣のクソになる覚悟はできてるんだろ
哇，真的猛！俺はヒグマより獲物に執着する。だが俺は獣じゃなく人間だからな。人間には人間の掟がある。这哥们儿太危险山での了。掟を貫いた代償は網走監獄への習慣だ。山で死にたいから脱獄した。勝負の果てに獣たちが俺の体を食い荒らし、糞となってばらまかれ山の一部となる。理想的な最後だ。お前ならわかるだろう。マタギの谷垣よ。アイヌ犬を連れた初老の男。昼間見たやつかも。そうだ。それともう一つ、毛皮商人にこう聞いていたらしい。もし白い狼の毛皮が手に入ったらいくらで買う？なんでそれを早く言わない？おお。私じゃなかったんだ。レタラが目的だなんて。有危险啊！走り場さん、朝を待とう。しっかり休まないと。来た。金塊の手がかり。そいつはもはや湯たんぽ代わりにしかならんな。狼が来たら教えてくれるよな。やられたな。狼の糞だ。いつの間に。きっと俺たちが水盛りをしている間だ。送り狼。あ？狼は人間を追跡し観察すると聞いたことがある。最初にここへ来た時から俺たち哎呀，は見つけられて总不能いたが、死吧？勃起が止まらん。送り狼这是他的什么生命运动吗？身につけているものを像世道对于足球一样狼が。それに気を取られて追ってこなくなるという。今もどこかで我々を見ているのかもしれない。くそ。何を燃やした？奴が残した糞だ。俺たちがいけすかない侵入者だと執着心を植え付けてやる。よく見ておけ。これが文字通り狼の糞を使った日本で最後ののろしだ。昨日私たちが鹿を取ったあたりだ。俺もお前も殺気が強すぎる。だから狼に感づかれるのかもしれん。マタギには気分けという言葉がある。獲物を待ち伏せするときは心を周りの木に同化させて気配を消す。像一桩树一样。気分けか。いた。こっち向かねえと顔が確認できねえな。走り場さんはここから弓矢で援護してくれ。あの男、狙う位置を定めてる。何かを狙ってる。都在彼此观察。哦不！还好阿西派的剑法还是很准的。そんなに殺気をまき散らされては気分けも台無しだな。他变不成属精的，我觉得。間違いねえ。そいつが二兵鉄道だ。白石か。なるほど。目当ては俺の入れ墨か。その単発銃離さんつもりか。弾薬棒から弾を取り出しボルトを引いて装填する間に可能射不到。全てお前にぶち込める。勝負するかね。
どちらがこの山で生き残るか。俺は不死身だぜ。哇，这个眼神！哦，哇！天呐，但是我觉得都好帅气啊！这一集真的完全有 get 到，就是二平的这个魅力，非常原始的，带着坚韧和那种野性的劲儿。每一次捕猎对于他来说，感觉都是一种宿命感呢。就是我觉得他之所以能对死亡如此的不感到恐惧，也是因为他就像他说的，他想回归到这个山林里面。对他来说，这个死亡并不是终结，所以无所畏惧，因为他只是换了一种存在的方式，又回归到了自然里面。就算是死了，他也只是与自然又重新进行一个融合罢了。而我觉得他正渴望着以这样子的方式结束，然后能够融入到尘土之中去吧。我还是很好奇他之前经历过什么样更多的一些故事之类的。我觉得他肯定是在先前也是经历了很多像是暴力啊、死亡，所以他才能对就是 Tanigaki 能说出那些话，能够传递他的这个经验之谈吧，就是他再了解不过了。正是因为他可能之前的经历跟 Tanigaki 有一些重合的地方，所以他能看出来他其实也在寻找这种精神上的解脱吧，就是他也不想回到故乡，也好像自己的精神力都徘徊回荡在这个山林之间。我觉得二平真的是一个非常非常适合他的这个精神导师，就是同时也能够指引一条就是可以无畏死亡的一个道路吧。毕竟我觉得 Tanigaki 应该也是非常的在这种自我迷茫和死亡的恐惧中徘徊，最终他也选择了烧掉他这个军人的帽子，也像是一种解脱吧。这样就是能够摆脱掉他这个军人身份带给他的重负和痛苦。我觉得就是此时此刻他才能够重新能定义自己的人生、自己的身份。但是二平也深知这并不是那么好摒弃的吧，所以他还就是再次袒露出自己的这个身份和纹身，然后呢来去进行一个测试吧，看他到底有没有真心能够下定决心做出这个改变。二平也是主动露出他的这个纹身，类似于去试探到底 Tanigaki 有没有就是有这种勇气能够去面对未来新的挑战、新的身份，而不去再拘束于过去的这些种种，是否敢放下过去和死亡，然后走出一条自己新的一条道路吧。真的还是很欣赏二平的这种人生态度，而这也并不是谁都真的能做成他这样的。也联合大家西派这集说到这个鹿肉和鹿血能够温暖到山原一样吧，不管是鹿还是人，他们都是这个自然的一部分。肉或者血的温暖都是以这种能量的方式补足了山原，就提供了它生存的能量和支持。山原吃掉猎物，然后最终可能山原他们死去，又回归到这个土地中，其实就是人类和自然界这种无法分割的关系，它是一种生生不息的。人对于自然的力量和依赖，然后当然自然反过来也需要人类进行这样的共生的关系。我觉得这也是对于猎物的一种尊重呢。不得不说二平最后说出的这一句，就是你做好成为野兽的粪便的觉悟了，真的是太帅气了。就是比起什么准备要去死了吗之类的，要帅气100倍。其实就是类似于，就是说你是否准备好结束你人类的这段旅程，而以生命延续的另一种形式去滋养其他新的生命了吗？我也很喜欢这一集，就是山原他在就是想试图追脱拼命奔跑的鹿身上看到了自己。我觉得也很真实的一点就是他曾经在战场上这一切他所有的经历都还在不断的影响着他，不仅是心理上，其实身体行为上也在就是类似于局限住他。他好像也看到自己这种内心状态的一个投射，好像在被命运支配，好像在被就是曾经的自己在追赶在追捕似的。我觉得他也不断的就是在这其中能够重新去审视，就是他对死亡、对自由、对命运的一些认知吧。
本质上，不管是他还是这头鹿，还是其他的一些生命体，他们都是挣扎在这种生死的边缘的。此时，鹿也成为了一种他的对照。我觉得这也不断的引发出他更多的思考，对于自身的可能未来，我觉得也激发出了他这个内心的孤独不安，就好像他一直也是在被命运追赶一样，所以他才会在那个草屋的时候，就是对阿西帕说：“如果我死了，你还会记得我吗？”这一刻，我真的心要碎了，我真听不得这种话。我觉得他现在也不仅仅是在思考于就是该如何生存，更多的也是到底他死后能留下什么。我觉得他也在寻找一些更深层次的意义，我还是非常期待他今后的能够找到一个什么样的答案嘛。这期视频要结束了，我们下期再见啦，拜拜。